皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていくんですが、ついに今日はバンフのブリュワリー、バンフアベニューブリューイングカンパニーに行ってみようと思います。私たちここが大好きで毎週のように来てるんですけど、あとこのチャンネルバンフを拠点にって言いながらなかなかバンフをこれまで紹介してなかったんですが、ついに、今回からバンフのお店とかも紹介していきます。それではレッツゴー。このクマさんマークが可愛いね。よし。Hi, hi, how are you? Amazing. How are you today? Good. Table for two, Table for please. two? Yeah, for sure. I have a table for you guys just right up here. Yeah. Perfect. 今日なんか比較的空いてる感じかな。いや、チーズ食べたいかもしれん。ああ、いい。でもそしたらそれね、あとウィングかな、チキンウィング。チキンウィングとマッケンチーズ。ベーコン入れる？いいんじゃない？ You know what we'd like for some food? Yes. Yes. Could we get mac and cheese and なんだっけ with bacon? Sorry, Mom, did you add bacon? Yeah, bacon and chicken wing and chicken wings Chicken wings. and salt and pepper. Sorry, so just the mac and cheese and the wings? Yes. Yes. And can I shoot a video for us? Sorry? Can I shoot a YouTube Is it video? okay here? Oh, yeah, that's fine. I'll try and stay out of it. Okay, then. じゃあビールが来ました。何頼んだの？コールド IPA。私はヘッドスマッシュ IPA っていうのを頼みました。じゃあ乾杯。はい。チアー。ああ。このブリュワリーって曜日ごとに見えるかな。こんな感じでスペシャルメニュードリンクがあって、毎週木曜日はこの1リットルぐらいの、スタインっていうでっかいサイズが普通だと16ドルぐらいかなが 10ドルで16ドルじゃないやろ。16ドルとかな。知らん。まあそれぐらいするやつ16が、ドル安く飲めるっていうことでいつも来てます。で初めて来る人はフライトっていう6種類か4種類のビールの飲み比べセットみたいなのがあるので、最初それ頼んでもいいと思います。前のジャスパーのビデオ見てくれた方は分かると思うんですけど、それもマサとフライト頼んだったよね。あんな感じよね。ああ、そう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 。でここのお店姉妹店がジャスパーにもあって、それでこの前4月に行ったんですけど、店内はこんな感じで、今は空いてるんですけど、そんなにめちゃくちゃ混んでることはあんまないかな。こんな感じで結構店内広いんで、まだまだ今7時なんでこれから増えると思いますが、広いんで割と入りやすいお店です。でこの奥にはテラス席もあるんで、これからの季節はいいんじゃないでしょうか。いいよね。だから夜来るととんでもない西日が来るんで、今がねサングラス必須です。必須。気持ちいいけど。今日は何頼んで？今日はマッケンチーズっていうで、マカロニとチーズのやつになんて言えばいいの？マカロニチーズパスタ茹でたマカロニとチーズみたいなをこうなんかあえたでとろけさせて、でもここのやつはちょっとオーブンで焼いた感じの仕上がりになっとるけどにベーコンをアドして、その後に私たちの大好きなチキンウィングを頼みました。なんかね、こっちでチキンウィング頼むとすごいソースどうするとかめっちゃ聞かれるけど、なんだかんだソルト&塩と胡椒が一番うまい。いつもそれやね。どこ行ってもソルト&ペッパー。あとはランチソースっていうドレッシングみたいな、あれってサラダにもかけるんやろ。ランチサラダドレッシング。もともとドレッシングよね。
をなんか、まあ、ディップして食べるのも結構美味しかったりしてます。で今日ここに来る前にカルガリーっていう、まあ、バンフから一番近い大きい町に行ってきたんですけど、そこなんかは20度ぐらい、25度まであったよね。まあね、女の人なんかもノースリーブの人いたし、みんな短パンのスリーブ。さすがにちょっとスーパーとか行くと海外行った人は分かると思うけど、店の中とんでもなくエアコン効いてることが多くて、めっちゃこっちとしては寒いから半袖はって思うけど、そうね、まあ、コストコとか行くと冷蔵庫にそのまま入るみたいな場所もあるしね。でここは旅行する人に結構おすすめな、まあ、あんまり人種のことは言わない方がいいんですけど、あんまりアジアっぽい人を見たことがないんですよ。今日はなんかおるぐらいと思う。なんかまあ、何組かいるんですけど、普段はなんか全然、まあ、そんな日本人に会うことはほぼない場所で、まあ、だから来てるってわけじゃないんですけど、まあ、普通にビールが美味しいから来てるんですけど、お店にも入りやすいし、カナダってビールの種類豊富なんでビールがいっぱい飲める、いろんな種類頼めるし、まあ、あとはサービスもいいしね。そうだからまあ海外来た感はかなりある。かなりあるし、場所もいいし、アベニューの真ん中にあるダウンタウンの結構、まあ、外れって言ってもまあダウンタウンの中には全然あるから、全然楽しめる場所だし、確かに働いてる人がね、なんか楽しそうですね。みんな感じいいしね。なんか場所によってはなんかこのサーバーっていうテーブルの担当してくれる人がなんか、まあ、適当だったりするけど、ここはみんな愛想いいし、なんかまあ店によってはね、やっぱ人種差別的な態度の人とかもおるしね、実際。まあ例えばアジア人見た瞬間に接客態度悪くなるとかっていうのは、まあね、多民族国家って言いながらも個人レベルではあるからね。あるね。こっちの人って意外と飲まんだよ。久美子はバーテンダーとかもやってるんですけど、ビールは本当なんかみんな一杯飲んで、あとはなんかもうカクテル飲む人とか、カクテルがやっぱ多いですね。ワイン。例えばこれ1リットルぐらいのこいつを3杯飲むとかおらんよ。いやおらんね、おらん。カクテルマックス5杯ぐらいまでしか、4杯ぐらいまでしか見たことないかも。実はね、日本ってアルコール大国ないよね。飲み放題もある国だし、なんか酔ってなんぼみたいな文化はまああるよね。こっちはあんまないけど、なんだろう。まあでもベロベロの人もおるけど、ショットか。ショットするのと、あとそのカクテルって2オンスぐらいの強い2オンスってやっても60、ツーショットやろ。ツーショットのお酒で作ったりすることも多いし、甘くて飲みやすいから気づいたら酔っとるみたいな。なんだっけ、足元取られる。エスプレッソマティーニみたいなやつはあれやばいよね。Yes, we'll put on a bit of. Please. Oh, looks nice. Thank you. はい、ご飯がやってきました。見せて。Just arrived. これが何？マッケンチーズ。マッケンチーズってこんな感じ。ベーコンが。ベーコン乗ってるね、ちゃんと。なんかさっき頼んだ時、それだけで足りるのって言われたけど、これがマッケンチーズっていうやつと、もう一個は私たちの大好きなチキンウィング。チキンウィングス。これね、いつもよりちょっと多い。なんか多い気がするよね。こんな感じで、これがなんだろう、ディップソースがなんか、これはね、ブルーチーズの確かソースやったと思う。とセロリが気持ち程度、ほんと気持ち程度ついてこんな感じ。じゃあ早速食べていきましょう。ゴーゴいただきまー。いただきます。じゃあ私はマッケンチーズ。マッケンチーズ。ちょっと待ってよ。じゃあこれ取ろう。はい。お口をアルコール消毒して、このままいっていい？さっきマッケンチーズ。
どんな？なんかパン粉とかもかかっとっていろんな食感もある。なんかマカロニの柔らかい食感とパン粉のサクッとした食感とベーコンのカリカリ。これなんかこっちでいうインスタントラーメンみたいな、なんかまあお手軽に作れるやつで、ただ店によって全然違うよね。ここのは美味しいと思う。美味しいらしいです。マッケンチーズ、マッケンチーズ、を略ね、短く言ってマッケンチーズって言うらしいです。でビールを飲むと。アルコールショット。じゃあチキンウィングス食べます。なんか変なピョーンって出てるけど。どう？あ、うまいよね。ここね、ほんと塩コショウの塩梅ちょうどいいよね。あとなんだろう、カリカリ、表面がカリカリ系のところで、店によってはなんか素揚げしたみたいなところもあるけど、ここはなんかそうこんな感じ。だから日清の唐揚げ粉で揚げそう多分ねましたみたいな感じだよね。粉がまぶしてあると思う。でもね、めちゃくちゃ食べやすいし美味しい。でいつもはもうちょっと少ない量がね、今日なんか割と多め、まあ、キッチンの人がちょっと調子良かった。イエこれ美味しいですよ。でまあマッケンチーズとかこういうフライなんだっけ、チキンウィングスか。ーイ。まあ私たちは基本おつまみだね。お酒飲む人もこれでいいと思います。うまい。今日はちょっと一日アメリカンなジャンキーなご飯を食べてるね。ああ、そう、今日の昼はバーガーキング食べて、茶色のものしか食べてない。ハンバーガーに入ってたトマトを食べトマトとオニオン。またね、ここ結局毎週来るんで、もうちょっと暖かくなってきたらテラス席の様子なんかも紹介できればねいいけど、飲みに行ってテラス席でめちゃくちゃ日焼けするっていう。今日ここはもう今日急に暖かくなった日だからもう絶対テラスいっぱいだろうなと思って案の定いっぱいだったよね。あとこの5月ぐらいは日中暑いけど、朝晩日没は夜9時だけど8時過ぎるともうめちゃくちゃ寒くなるんで、まあ、テラス席は6月入ってからかな。まあ私がちょっと寒がりなのもあってちょっとそれは避けるって感じ、で今日は2つ大門頼んでるんですけど、こっちの人って日本の居酒屋みたいに基本シェアしません。例えばさっきのマッケンチーズ、これかマッケンチーズ頼んだら1人で全部食べます。でチキンウィングス頼んだら1人で全部食べます。なんかね、日本人的にはちょっと味気ない感じするから、まあ全然シェアしたいですって言ったらサーバーさんも分かってくれるので、まあ、シェアしますって言ってください。そしたらお会計の時も別々に別々じゃない人数で割ってくれたりするんで。こっちでそれがすごい便利よね。だからそう久美子はサーバーとあとバーテンダーやってて、それでも先に言った方がいいらしいですよ。なんかオーダーするときになんかシェアする、これはシェアして私たちはこれは私がこれを食べますみたいな言い方をしてくれると後からその手こずらせずにお客さんのこと済むかなみたいな。でこっちももうそのオーダー取った時にすごい分かりやすいから持っていくのも間違えんで持っていけるし、まあ、今映像を見てもらったら分かるんですけど、久美子がめちゃくちゃ西日が当たってる席で、席が変わりたいって、まあ、よくね、まあ、アジアの人よく言うんですけど、基本的にはこう各テーブルに担当のサーバーさんがついてるんで勝手に移動するのはダメです。で移動するにしてもそのサーバーさんが持ってるエリア内で動くっていうのが基本で、これはやっぱりそのテーブルはその人が責任持って面倒を見るっていうこっちのシステムなんで、勝手に席とか移動しないようにしてください。これ結構注意って、で勝手に移動してると多分裏で文句言われてると思います。今言うと思った。いやだってそうじゃん実際。
文句っていうかまあ聞きに行くよね。どうしたどうしたなのでまあなんだ日本だとあんまないけど店に入った瞬間に自分の今日の担当がいるんですって感じ。だから他の人に聞いたりしないっていう。入った時に挨拶してくれたサーバーさんに店を出る時までお世話になるみたいな。そうだから私たちも最初いた席とちょっと結構人がいたとこだったから動いたんよね。でその時も席動いていいですかっていうのを確認したら、そのサーバーさんのテリトリー内の席に案内してもらえてね。そうあそこぐらいまで私の席だからあそこならいいよみたいな。まあねこれは本当まあカナダ旅行に来たんならやっぱそのルールにね従うというか、まあ、あとお店によってこうなんか、まあ、カナダってチップ文化があるんですけど、お店によってこうテーブルごとにこう、テーブルの範囲が決まっとって、このテーブルは全部の範囲のテーブルは私がもらうチップとか、あとはそのチップを全部のサーバーで1日のチップを全部のサーバーで分けるとか、結構ねお店によってルールが違うんで分かりづらいですけど、まあ基本的にはまあそのサーバーさんで1日を1人のサーバーさんで終わるみたいなね。まあ気にしなくてもいいけど、まあとりあえずそうサーバーさんがこうなんでこんなに気にかけてくれるんかっていう裏側がそういうことみたいなね。だからそうなんでテーブルを気にするのかってことよね。そのエリアとかこのテーブルが私のものっていう言い方するよね。いやあんまり英語ができても文化が分からなかったら理解できないみたいな。ちょっと結構分かってくるヘッドスマッシュ IPA っていうのは結構強めの苦めのビールです。マサトのアルコールは 6.2%。で私は 5.6%。そう何であるの？私はコールド IPA。コールド IPA っていうのは本来、ね、夏だけって言われてたけどなんか結局冬の間もあって春が来てもまだ販売してる。そうなんか私もなんか夏終わりぐらいにこれが出て、でこのコールド IPA が好きで、名前的にもう冬終わるしなくなるかもしれ冬に入るしなくなるかもしれんと思ってめっちゃ通って飲みようなんやけど、こっちがだから、深めの苦めでこっちがライトちょっとライトな苦めの強めのビールみたいな、であるんで、まあ当然普通の日本で飲むのはラガーとか、あとはウィートっていうちょっとこうなんだろうなもったりとした、そう個人的にはなんか生っぽい感じがするビールとか、あとはサワービアって言って酸っぱい系、フルーツの酸っぱい系、チューハイの代わりになるようなやつとかもあるんで、だからまずはフライトっていう6種類ぐらいのやつを、頼んで好きなやつを見つけたら、その後自分の好きなやつ、まあ、ちなみに今日はわざわざこういうでっかいやつ頼まなくていいんで、こっちだと生中ってやつがパイントっていう大きさ、あれどんぐらい500 16オンスだから500ミリぐらいかな、ペットボトル1本分ぐらいがまあパイントっていう標準的なサイズなんで、それで自分の好きなビールを試して、帰りに缶で買って帰るみたいなが、ね、結構いいと思うよね。こんなに大きいマカロニでせっかく、まあ、カナダのバンフっていう田舎に旅行に来るんなら、まあ、地元のビール作ってるとこ来て地元のビール買って帰るといいと思います。買って帰れるもんね。でもなんかお店で働いとっていつも面白いのが、私ってアジア人私だけなんですけど、私目が基本的に黒いじゃん。であとみんなまあ北米の人とか、まあ、オーストラリア人だったりとかしてみんなブルーアイで基本眩しく思う。でなんかその眩しく思うので、その光のお店の調節のライトの調節が私とみんなが違うっていう。朝とかも基本的に全開でライトつけながら仕事するんだけど、お店が始まったらオーナーがちょっと明かり落としてね雰囲気出すためにっていつも言われるんやけど、私はその明るさを気づかれんのよ、一人だけ。気づけんの。オーナーさんは確かケベック、まあカナダの要はカナダの
オーナーさんで、久美子が準備してるとライト全開だけど、カナダの人からすると眩しい。そうそうとか、あとその夜の営業の時は雰囲気出すためにあえて調節を落としたりとか調節するんだけど、それに私がいつも気づけなくて、その他のサーバーとかがちょっと明るい落とそうっていつもやってくれるんやけど、私はその明るいとさえ思ってない状況で働いとるから、だからまあ勝手に下げられるよね、明るさを。そうそう、あれああみたいな。カナダのホテルとかね、よくめちゃくちゃ暗いって、家も暗いんですよ。天井に日本みたいにライトがある家が少家はないね。ほぼないんじゃないかな。それぐらい基本的に建物の中はこれはなんだろう、暗いです。これなんだろう、なんか陰湿な感じっていうよりは、暗いんだよね。しかもダウンライトも多いし、まあ結構暗いよね、うん基本。だからライト足すことに日本人はなると思う。でホテルだとなんかデスクライトとかで貸してくれたりするんで、フロントでそれで光を補ったりとか、基本暗いよ。暗い。カナダの基準で行くと。でお店はあれやろ、その雰囲気を出すために。そうそう、暗くないと集客できないっていうのがなんかあるらしくて、音楽とかも。そうそう、日本だと逆やけどね、明るくないとダメだみたいな。だから私はいつも、私だけ一人目が黒いからそれに気づけないんだよっていう言い訳をいつもしてる。でもあるんじゃんね。だからなんかみんなが「ああメイクセンス」って言われる。っていうこともあって、ここのスタッフさんパティオ席出るときみんなサングラスしてるっていう。日本だとね、まだまだやっぱりサングラスして接客するなんてありえねえみたいなとこはあるけど、いや全然こっちだったら全然全然あり。私でさえする。いやした方がいいよ。なんで日本逆にしてないんだろう。パティオ席がないからじゃない、そんなに。特に私たちは田舎出身だから分かんないけど、ちなみに久美子はなんてところで働いてるんですか？秘密です。まだちょっと恥ずかしいんで慣れてきたら。秘密です。ダウンタウンのお店で、まあこんな見た目の人は一人しか働いてないお店ですってことで。そうそう。でも一応人気店。超人気店だね。あと来年ぐらいに公開しましょうか。また来年。ありがたい。それぐらいが。日本人の人全くいなくて、だから逆になんか日本人の人来たらどう対応していいかいつも分からなくなる。見た目だとね、日本人か中国か韓国か台湾かなんて分かんないんで、こっちにいると。でも日本人とかアジア人の人は、あ、この人日本人やな、韓国人やなって私分かる。女性はね、メイクが違ったりする。私はもう、まあ、みんなも間違える人も多いやろうけど、私は韓国人にめっちゃ間違えられるんで、お客さんからも韓国語で話しかけられたりすることはめっちゃ多いです、日本語よりも。いや、We wanna change. Could I have a man random? And can I have the hazy? And also, could we get the side of coleslaw if it's possible? Sorry, coleslaw? Yeah, coleslaw. Yeah, probably. 今久美子がちょっと変化球な注文をしたんですけど、まあビールの追加と、あとはコールスローって日本にもあるよね。うん、なんかケンタッキーとかのザみたいな。ちょっとこっちはちょっとなんかそのキャベツの大きさは大きいんやけど、このコールスローが私大好きで変態なチョイスやけど。だから単品ダウンでしょ。普通は何かのついでサイド、何かのご飯のサイドについてる。そうだけど、まあそれを単品でくださいみたいな注文をしました。多分できるよっていう。なんかサーバーさんも人によってその経験したことない人って分かんないけど、私たちはもうこの人いつも来てんなっていうの分かってて、そいつらがオーダーしたことは多分対応してんだろうなっていうの多分分かってる。
めんどくさい客です。だからなんかできるよ。やめてほしいよね、あっち側だったら。でもここのお店は割と新しい人もいるけど、なんか1長い人は長い。1年以上見かける人も結構いるんで。おう、Yeah, so quick. Thank you. はい、サイドオブコールスローも違うんだね。こんな感じ。 This is my favorite. キャベツのコールスローです。コールスローキャベツか。マジただのこれないけど、なんか人によってはね、めっちゃキッチンの人によってはサイズがすごいめちゃくちゃちっちゃい。差がこんぐらいのやつ。なんかケチャップのサイドみたいなね。そう。あ、こんなサイズ。これぐらい違う時があるんですよ。これはい、こんぐらい。でもそういうのはもうサーバーさんがびっくこんぐらいりして、違う時があるんですけど、今日は大きめです。いただきます。マサトはいつもこれをね。なんかね、グアムとかハワイにもあるのかな。うん。ABC マートって知ってる人も多いんじゃないですか。 ABC ストアやろ。ABC ストア、そうそう。マートは靴屋さん。で、なんかね、ABC ストアの匂いがするんですよ。まあ、南国を感じる。でも、言いたい。フィガラコールスロー。Thank you. なんか言いたいことわかるよ。なんか、風味がちょっと独特な。まあ、ケンタッキーのコールスローとは全然違う。別にまずいって意味じゃなくて。おいしい。まあ、これは久美子の大好物。ここに来たらいつも頼む。なんかここに来たら揚げ物がいつも多いから、ちょっとでも野菜摂取しよう的な。でもまあここに1年もう2年ぐらい来てる来月け2年よね。ど、どっちかっていうとまあ落ち着くよね、なんかね。今日も別のビデオで公開になってると思うけど、なんかカルガリーに行くのも好きなんですけど、やっぱちょっと都会すぎてね、私たちもともと田舎出身やから。カルガリーに行くって言っても、その大都会のど真ん中、ダウンタウンって言われてるところにはまあほぼ行かないです。ちょっとこう外れたところにショッピングモールとかコストコとかイケアとかがあるんで、まあそういうところに行って買い物はするんですけど、ど真ん中に行くことはまあまずない。ないね。日本の出先の領事館があるんで、そこに行く時ぐらいめんどくさいな。で、バンフで私たちはかなり外食をしてる方なんですけど、はいね。こういうとこでサーバーの人と会うと、街がちっちゃいから街で出会って、ああなんか見たことあるよあなたみたいな話になったり、僕なんかはそのジムに行くんで、ジムであ、そういやお前あそこにいたよなみたいな話になったり、まあちっちゃい街なんで、まあ、コミュニティをちょっとでも広げるっていう意味では外食意外とありっていう。で、覚えてもらえると何がいいかって、ローカルディスカウントっていう素晴らしい制度がバンフにはあります。うん、そうだね。うん、気づいてもらえる、言わずもがなに気づいてもらえる。そうそう、バンフに住んでるって分かると 10% から 20% ぐらい実はレストランに安くなります。全部じゃないけど、お店によるけどね。そうね。まあ場所によっては服のお店とかも安くなったりするんですけど、やっぱりね、仲良くなってないとならないんです。店とサーバーによるかな。そうで、嘘つくとバレるんで、旅行する人は絶対に言っちゃダメです。だから住んでる人は俺ローカルなんだって言うと、まあいろんな秘密の質問とかされるんですけど、これ言っちゃうとネタバレになるからね。まあ一応ね。そう、地元の人しか知らないであろう質問を何個かされます。うん。そこをクリアすると覚えてもらって、じゃあ 10% 安くするねってなるんですが、実際はお会計の時、おー、Hazy. いや、what? Yes, me. Thank you. Welcome. And this is yours. Nice. Thank you so much.
で I love her serving. なんだっけ何言おうとしたんだっけ。だからちょっと待ってよ。バレるから聞いてなかった私も。忘れましたね。あ、忘れましただけどバレるから下手に言うなよって話やろ。うんけどその何回も言ったりコミュニケーションを取ることによってローカルってことを気づいてもらうことが大思い出し事。た。そうだからお会計の時 10% オフ 20% オフになるんですけど、ただチップは普通この辺 15% なんですけど 5% ぐらいアップ、まあ 20% 安くしてくれた分 20% アップでお会計するっていうのが実は暗黙のルールです。まあアジア人の人は少ないけどね、そのいやまあでも安くしてもらった分ちょっとだけサーバーさんに返してあげる。だからまあウィンウィンのねっていう制度があるんで、まあぜひ使ってみてください。会話のきっかけにもなるんでちょうどいいと思います。そうだからね、ローカルディスカウントありますかって聞いて、でそこで会話も広がったりしてね。そうね。まあいろいろ田舎の町なんでそうやってコミュニティ広げていってもいいんじゃないでしょうか。ということで2杯目のビールが来ました。何頼むの？私はヘイジグラです。なんてやつ？どういう？ヘイジーペールエールなんでちょっと濁りのある、でも軽めにスッと飲める、さっきのよりも軽い、なんよ、さっきのよりも軽い飲み物 4% なんで。そう、ヘイジーって濁ってるっていう意味です。っていうビールと、このスタウトっていう、なんだろう、ギネスってやつに近いかな。黒ビール。黒ビールじゃあ2杯目乾杯。チュー。じゃあうまい。はい、ということでこれずっと撮ってるとちょっと切りないんで、今からちょっと楽しんでいこうと思います。じゃあバイバ最後でお会いしましょう。じゃあね。ーイ。じゃあダメじゃん、もう一回言って。Thank you.ここは結構こういうグッズが人気で、アルバーダとアルビアータをかけたこういうロゴのやつがまあキャップ人気です。キャップとかあとはこういう T シャツとかもあったりします。これ最後一個だけある。ラスイチ。ステッカー？でこういうパイントグラスもあったり、こういうクマのロゴ、このロゴのパイントグラスもあったりします。こういうのも最後買って帰るといいんじゃないでしょうか。買おうかな。こんな感じ。はい、というわけでだいたい90分ぐらい、1時間半ぐらい、楽しみまして、ビール2杯と食べ物2つで、ちょっと詳しい割引率とかは言えないんですけど、まあ大体75ドルぐらいの料金で、チップ入れてなんだかんだ90ドルちょっとぐらいでした。96、7。ここは結構ね満足度やっぱ高いよね。ということで、ここバンフアベニューっていう大通りに面しているバンフアベニューブリューイングカンパニー、ぜひ旅行に来た時は行ってみてください。でこのチャンネルでは、カナダの世界遺産カナディアンロッキーから楽しいことを、まあ今日は今ちょっと久美子酔っ払ってますが、私よりあなたでしょ。ちょっとね酔っ払ってますが、カナディアンロッキーから楽しいことをお届けしていこうと思います。よかったら、これからもいろいろ面白いこと発信していくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。